はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。今回の加工は前回言ってたように、カムの穴ですね。カムの通り穴。ここですね。ここをきちんと作っていきます。そのためにはジグが必要になるので、ジグの設計図いっぱい書いてあります。あと、これを固定する土台ですね。こっちが刃物の材料になる丸棒ですね。同じ値段で買える最大寸法をだいたい注文しちゃいます。なので、余りが出るので今から切っていきます。じゃあ、始めていきます。材料がいつものようにガチャの子でえっちらおっちら切っていきます。オイルポンプ壊れちゃったので手作業での注油となります。あまりにも切れないので途中でブレード交換しました。有益で買ったブレードですが意外と切れますね。はい、丸棒の方と板材切り出し終わりました。この後フライスで仕上げるので問題ないですね。23ちょっと、こっち55ちょっとあればいいので56ありますね。230と560ミリ、とりあえず問題なく切れました。まずこの板材の加工を始めていきます。はい、この板に、シリンダーヘッドを固定するためのネジ穴と、あと、座繰り用の固定用のネジ穴ですね。開けていきます。なので、そのために、まずは、本当はここ一回きれいにしてもよかったんですが、これよくよく考えると別にここきれいにする必要ないので、もうこのままいきます。なので、ここだけ平行を出して、あとはセンター決めて、座標通り穴開けてきますね。まずは、この4箇所ですね。これ M6 なので、これからいきます。M6 のネジ、下穴開けるので、最終的には 5.1 ですね。よし。じゃあ、まずは座標でいくか。ここからちょっとだけインスタ360の映像を使ってますが、臨場感はあるんですが、ちょっとやっぱレンズカバーの映り込みがひどいのと使いどころが難しいですね。はい、これで最後の1箇所タップ切り終わりましたので、次は M5 のネジ穴を作っていきます。M5 のネジ穴は16個あるので結構大変ですね。まずはセンタードリルから順次進めていきます。はい、これで16箇所全部センタードリル終わりました。あとは下穴を開けていきます。この1回しか使わないジグにこれだけ手間をかけるのももったいない気はしますが、ないと作業ができないので仕方がありませんね。
タップもやはり16個なので結構大変です。実際のところ16個全部開けなくてもいいとは思うんですけど、もうここまで来たらやってしまいます。これでネジ穴全部終わったね。よし。ネジ穴加工終わったので、あと残すところはノックピンを入れるための穴を作っておきます。まずは、取り付け用のプレート、これで完成です。もう外して大丈夫だね。忘れ物はないね。これで OK と。シリンダーヘッド固定用のジグ完成しました。はい、次作るものですが、刃物先行こうかと思ったんですが、T スロット状の、胃経路を抑えるためのパーツですね、を作ってきます。座金でもいけるんですが、こういう形状にしといた方ががっちり抑えられるんじゃないかと思います。なのでこういう感じで、あとは T スロット状にしとけば、後で他のことにも使えると思うので、こうやってきます。これに関しては特に精度必要ないので、もう簡単にちゃちゃっと作っていきます。はい、これで、全部穴開け終わったので、あとは金太郎飴のようにペッ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 と切っていけば OK です。はい、カット終わって全部できました。合計8個ですね。6ミリ用、8ミリ用それぞれ作ってあります。こんな感じでまずは作りました。次、刃物の準備しますね。はい、この長いシャフトですが、ここ中心あたりにちょっと加工しなきゃいけないので、その加工の準備をしていきます。ドリルで貫通穴開けるので、1箇所ちょっとだけ平らな部分を作っておきます。そしたらスコープに付け替えて中心を出します。
あと前回の動画でスコープがどう見えるのかっていう質問があったので、一応写真撮ってみますね。これが今覗いてた部分ですが、十字線が見づらいですね。なので見やすいように別のものを写してみます。こうやって十字線が見えるので、これを目安に位置合わせをしていきます。原点が出し終わったら穴開けしてきます。穴開けの時には先に細いもので下穴を開けておいて、次に5ミリのリーマーを通すので 4.9 で穴開けをしていきます。で、これがリーマー加工ですね。リーマー加工が終わったら片側に M6 の芋ネジ入れたいので、下穴 5.1 で5ミリほど掘り込んでおきます。そしたら固定してあるシャフトを90度回します。あとは先ほどと大体同じ手順で、今突っ込んである棒の状のものを固定するためのネジ穴作っていきます。こんな感じで片方は貫通穴なので通りますね。で、ここの芋ネジ、ここにネジ打って固定するっていう感じですね、こいつを。最終的にはこれもっと短く切って使いやすいようにしていきます。はい、次の加工はこっち側とこの両端、センタードリルで掘って、穴開けときます。起点を作っとくんですよね、これで。そのためにはこの震源に対してなるべく正確なセンターが必要になるので今回は4つ詰めでいきます。今回は自分の技術力では珍しい会心の芯出しができました。1000分台のゲージでこのぐらいならいいでしょう。十分だと思います。センタードリルで中心を決めて単面を揃えて面取りをして片側の加工、これで完成となります。加工時間よりもセンター出しの芯出しの測定時間の方がずっと長かったですね。反対側も同じように加工していきます。これでこのシャフト部分の加工は終わりとなります。よし。はい、あとは工具工ですね。工具工のバイトの生材ですけど、素材を使って刃物を作ればジグはこれで完成になります。では研いでいきますか。
見えるかな。とりあえずこんな感じで研いで、あとはその都度調整ですね。はい、一通りのパーツできましたね。これが刃物の方ですね。こうくるくる回りながらここまで切れるように、これだけ長いものを用意しました。細かいもの結構作りましたね。これがジムベースプレートになるんですが、これに固定していく形になります。なのでまずは組み立てをしていきます。そしたらこれももう閉めちゃっていいんだよね、多分。こう閉めて、これでシリンダーヘッド側の準備は一応終わりましたね。そしたら次は旋盤の準備ですね。やっていきます。はい、旋盤の準備ですが、まずはこの刃物台、これ取りますね。外してしまいます。よいしょ。刃物台を固定していたネジを外したいので、送りハンドルも外してしまいます。ネジを外せますね。イケールを取り付けるために用意しておいた長いボルトを刺していきます。あとはハンドルを元通り組み立てていきます。これでやっと刃物台のあったところにイケールをセットできます。この時に先ほど作った T 型の留め具も使っていきます。セットしたイケールがきちんと水平に動くように調整をしていきます。往復台がきちんと平行に動くようになったら、イケールを固定していきます。そしたらシリンダーヘッドを仮固定していきます。調整があるので、ネジはほどほどに締めてあります。よし、これで一旦は目視で合わせました。目視なので全然ズレズレです、まだ。ではいよいよカムトンネルの位置決めをしていきます。この位置決めが最も大事になるので、かなり時間をかけました。振り回しでぐるぐる回しながら合わせて、時々、スライドテーブルで高さの調整、傾きを見て、またぐるぐる回して合わせてっていうのを何度も繰り返して、半日ぐらいかけてやっと出来上がりました。やっと納得のいく調整ができたので、いよいよ刃物の取り付けを開始していきます。爪は外してと、中をきれいにして、
で、両センター加工で使うのを押さえてと。ここまで来てやっと切削の準備が整ったということですね。もう最後の刃物のセットをしてるので。まあ、こっから切削がまた結構長いんだとは思います。これでカムトンネル切削準備が整ったので切削をしていきます。ブレードの当たりが強かったのか盛大にビビってます。やっぱ結構ビビっちゃいますね。ダメか。難しいか、これは。もうちょっとやってみてダメなら要設計変更ですね。はい、片道切削してみましたが、どうにもこうにもビビりがひどいですね。一応ビビり対策として刃のブレードの形状を変えてみますね。それでうまくいってくれればいいですが、それでダメだと困りますね。今の時点でブレードはこういう感じの結構角度浅めに作ってありますが、これもっとツンツンにして切削抵抗できるだけ減らしてみます。こんな感じで一度に当たる面積を減らして鋭くしてみました。先ほどより少しはマシになりましたが、やっぱりまだビビってますね。回転を落として一応対策を取ってみます。ここまで準備してしまったので、とりあえずうまくいくかどうかは置いておいて、まあ最後まで進めてしまいます。タイムラプスで見るとこんな感じですね。結構早く進んでるように見えますが、早い時で片道10分ほど、遅い時には片道30分なんていう状況にはなります。なかなかしんどかったです。というか、待ち時間が長くて退屈でした。はい、あと 0.01 ぐらいですね、切削。いよいよここまで来ました。でもビビりがとにかくやっぱひどいです。これだけの全長の刃物回してるんで仕方がないんですが、まあ20ミリあればなんとか持つのかなと思ったけど甘かったですね。いよいよ最後の1回です。この1回は回転も下げて送りもゆっくりにしてるのでかなり時間がかかります。よし、これで終わりと思うんですよね、一応は。計測の上では予定の寸法になっているはずです。ただ結構ビビりが大きいのでどのぐらい信じられるかはちょっとわからないですけど。予定の寸法だね、今多分。でとりあえず計測を信じるのでこれで OK とします。よっ、ほい、カムトンネルできました。なんしょ荒れてるな、面が。あとはここちょっと削んないと入らないので削ってきます。削るときはイケールにセットしてボーリングバーで削っていくんですけど、しかしカムトンネルの旋盤跡がガサガサだな、やっぱ。
位置合わせはもう測定器が入るほどのスペースがないので、スコープでやっていきます。調整はゲージ当てながら刃の出る量を変更させて調整していきます。こんなもんだ。この方式は精度よくは削れないですね。まあここそんなに精度いらないのでこれで十分ですね。はい、だいぶいい感じで削れたと思います。よし、じゃあカム通して仮組みしてみますね。はい、一通りの加工は一応できましたね。まあとりあえずこれで仮組みができるかなと。こっち側ストッパー入れた方がいい。特に問題はなさそうだね。この辺は設計通り問題なく進んでるかな。とりあえずカムシャフト入って回りはするんですが、ちょっと動きが渋いですね。やっぱ計測上ぴったりのはずだったんですが、少し狭かったみたいです。まあこの辺は後で調整しておきます。はい、これで今回の加工は終了となります。次回は、ここの蓋とかロッカーアームの押さえ板作っていく予定です。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。